どうも、ババアです。タク様です。今日はおっさんはライブなんだっけ？そうです。早朝から出発するので買い物にも行かず、ババアはぼっち飯。ということは早朝から大量にパンを作るんだろうな。究極の暇つぶしパンこね作業を早速始めちゃいましょう。今回はこのセットでパンを作ってみる。中力粉。旦那氏が安売り中力粉を買ってきたのでパンでも作って消費したろ。パン脳に毒されると旦那も小麦粉の安売りがアンテナに引っかかるのか。今回も分量は概要欄に書いておきますね。ヨシヒコルーティーンは通常運転。これがないと始まらないみたいな顔してて草。それでは頑張ってきたまえ旦那氏。洗濯機うるさいな。さあパンが発酵するまではババアの自由時間だ。去年の5月中旬のヨシヒコ。鬼可愛かったよね。今はお主のものやけどな。おうどりが鬼やねん。こんなノリツッコミができるまでに成長しました。母猫に育児放棄されて屋根裏で1週間生き延びました。そう、だから勇者にあやかってヨシヒコって名前にしたら、ヨシヒコ女の子だった。今ではこんなに女の子らしく。ちょっとは女の子らしい顔になった気がする。お見送りついでに金柑チェック。相変わらず成長しないね。金柑ってどうやったら育つんだろう。このチャンネルでは週末のみここ川沿いリバーサイド略してカーリバで米ぬかを使った低糖質な料理をご紹介しています。糖尿病発覚当時血糖値が300超えだったババアが主食を米ぬか入りのパンに置き換えることで今はインスリンも経口薬も一切なし、ほぼ寛解レベルで血糖値を維持しています。この動画が血糖値をコントロールされている方のご参考になれば幸いです。いいねボタンとチャンネル登録、ベルマーク登録をよろしくお願いします。コメント欄にもご意見ご質問などいっぱい書いてね。薬がいらなくなってよかったね。次に発酵したら成形作業に入りましょうか。パン生地をこねる代わりにこの作業を多めにしてるんだっけ？そうです。ババアみたいに腕筋弱々界隈の方々にはこの方法超おすすめです。さてパンが発酵するまで何して遊ぼう。瞑想でもすれば？そういえばハク様のサブチャンネルが新設しましたね。僕のサブチャンネル白猫おやすみ朗読チャンネルがひっそりとスタートしてるよ。今チャンネル登録どれくらい？ 7人。ほら、きっとまだ解説したてだから。変な慰めはやめてくれる？なんでまた朗読チャンネルなの？ AI を使って朗読原稿とかサムネを作ってどれくらいチャンネルとして成立するのか調べてみたくてさ。なら朗読の声も AI？ それは僕の声。そこまでこだわるなら AI 音声にすればいいのに。そう思ったんだけど、どうも AI 音声は収益化的にグレーゾーンみたいでさ。ちゃっかり収益化を狙ってる。どうせチャンネルを作るなら目標は高く持たないとね。朗読だけじゃなくて瞑想とか認知シャッフルとか睡眠に関することをいろいろやっていくよ。サブチャンネルの URL は概要欄に貼っておきますね。チャンネル登録よろしく。あれ、発酵するまで遊んでるんじゃなかったの？遊ぼうと思ったらささみ切ってた。ささみは片栗粉をまぶして揚げ焼きにします。まあババアは料理で遊んでるようなもんか。皆さんは料理で遊ばないようにしてくださいね。レンチン芋も完成してた。パンにささみを挟んだら多分美味しいよね。それは間違いないね。ほな、まずは雲型パンの成形始めましょう。何でも挟みやすい雲型パンだね。
プルプルに発酵した生地を8等分にします。中力粉とは思えないプルプル発酵。以前業スーの薄力粉での成功体験があるから中力粉余裕ですね。調子に乗っててムカつくな。ざっくりと丸めておきましょう。今日もざっくり工程。こちらのパン生地は米ぬか 20%、加水率 65% です。ベンチタイム15分。満を持して茶色の塊登場。米ぬか半分入りパン生地って謎の迫力があるよね。茶色い塊は米ぬか 50%、加水率 88% です。水分も迫力満点だった。丸い型がないのでペーパーで形を整える。ほな、じっくり焼いていきましょうか。170度の上下ヒーターで55分。中までしっかり火を通さないとね。その間に雲型パンの成形。なんやかんやで今日も忙しいね。軽くパン生地を伸ばします。いい弾力だね。表面に油をたらり。こうすることでパン生地がくっつかないんだよね。そうです。折りたたんでもくっつかないようにしておきます。謎の模様。雲っぽくない？クリームパンっぽい。簡単な成形なのでフルスピードでやっつけましょう。やっつけ言うな。あっという間に成形が終わりました。編集マジック。田舎パンも焼けたみたいですね。いい色だね。白い雲型パンを作ろうと思ってたのにうっかり卵を塗ってしまいました。ほんとうっかりさん。きっと濃い雨雲パンが焼き上がることでしょう。雨雲パンもきっと可愛いよ。こちらは200度の上下ヒーターで25分。ちなみに白いパンを焼くときは170度の下ヒーターで30分がベスト。気を取り直して田舎パンでも切りなよ。そうですね。めっちゃいびつな形してるけど。なんだか今日は報われねえな。断面は中力粉って感じですが綺麗に焼けてます。ハムとわさび菜のサンド。せっかくカットしたからこれもサンドイッチにしておこう。あれ、お弁当箱？今日はぼっち飯だからね。わさび菜使い倒してるな。最初の炒め物も入れてみよう。おかずセットが完成しました。雨雲パンが焼けた。上下入れ替えたけど上段の焼きが足りなくてちょっと雲っぽい。下段は卵の主張が半端ねえ。今日もこんなにパンを作ってしまった。作りすぎだよ。誰が食べるの？旦那。即答で草。雨雲パンでささみサンドを作ろう。油のおかげで全然くっついてないね。わさび菜とささみとマヨネーズとスイチリソース。うわー、絶対美味しいやつじゃん。スイチリ久しぶりに買った気がする。これは美味しそうだね。八朔ヨーグルトとホイップのきなこのせ。ババは最近きなこがお気に入り。ぼっちランチの完成。右側の食料はおそらくおっさんの晩ご飯。あれ、焚き火するの？せっかくのぼっち飯だから楽しくいかないとね。ぼっちを満喫してて草。火をつける瞬間って楽しいね。薪ストーブの上に焚き火台とか斬新だな。こうしてみるとババアの腕の裏側って傷だらけですね。そりゃ毎日ヨシヒコにかじられてるからね。それではいただきましょう。外でもラスコーラ。外で飲むコーラは最高ですね。外でビール飲んだ時みたいな言い方するな。
しょぼいおかずもお弁当箱に詰めるとなんだか贅沢。現実逃避してるけどしょぼさは変わらないからね。お外でもベジファースト。わさび菜がもさもさ。わさび菜はシャキシャキしてて美味しいな。農家さんコーナーに復活してよかったね。炒め物もいっちゃおうかしら。このお弁当箱前から使ってるけど結構おかずが映えるよね。かなり前にダイソーで買ったけど未だ一軍の弁当箱です。豚肉切るのが面倒くさかったからそのまま炒めたけど口の中肉だらけ。何事も武将はいけないね。さてまずは米ぬかハーフ入りの田舎パンサンド。今日のババアのランチ量が多くない？なに外飯だから平気平気。軽い口当たりで美味しい。中力粉ならではだね。そしてささみの雨雲サンド。ああ、もうそのネーミングでいくんだ。やあ、僕は雨雲仲良くしてね。いいから早く食べなよ。めっちゃうめえ。スイチリとの相性が最高。想像しただけでも間違いないんだよな。スイーツもいっとこう。なんか贅沢だな。やっぱ外ランチは気持ちいい。うめえ。うざくて草。今日の中力粉で作ったぼっち飯美味しかったです。また見てね。バイバイ。ふう。これは晩ご飯にしよう。やっぱ量多かったんじゃん。楽しか夜空の下で